では本日、最初のプレゼンテーションなんですけれども、ハイデルベルク大学です。ハイデルベルク大学はドイツのバーデンビュルデンベルク州の北西に位置する国立の総合大学で、ドイツで最も古い大学としても知られています。ハイデルベルクは日本の京都大学の中に、ハイデルベルク大学は日本の京都大学の中に海外オフィスも設けていまして、本日はその担当のザビーネ・シェンクさんにご参加いただいて、日本語と英語を交えながらお話を伺いたいと思います。なお先ほども申し上げたんですけれども、質問随時受け付けてますので、英語、ドイツ語もしくは日本語でも大丈夫ですので、どんどんチャットの方に書き込んでください。で、説明会の途中で何度かアンケートが画面上にパッと登場しますので、よろしければ皆さんクリックをしてご参加ください。あともう一つ注意点なんですけれども、本日の説明会の途中、カメラは常にオフにしたままでお願いいたします。それではザビーネさん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こんにちは。ハイデルベルク大学京都オフィスのシェンクと申します。皆様よろしくお願いします。日本のドイツ学術交流会のドイツ留学オンライン説明会のハイデルベルク大学についてのオンラインセッションにようこそ。ドイツのハイデルベルクからではなくて、今回京都から参加します。Briefly for those who speak English, welcome to the online info session of Heidelberg University organized by the DID. I'm Sabine Schenk from the Heidelberg University office, Kyoto. And for those who know German, guten Tag. Willkommen bei der Infoveranstaltung der Uni Heidelberg, organisiert durch den DAAD. Ich bin Sabine Schenk von der Außenstelle der Universität Heidelberg in Kyoto. 簡単にセッションのスケジュールを説明したいと思います。まず、ハイデルベルク大学を紹介して、さらにハイデルベルクでの学業などに関して情報を伝えたいと思います。発表は日本語にしたいと思うんですけど、スライドの方は日本語と英語であらかじめ用意しました。じゃあ、ハイデルベルク大学の紹介から始めましょう。多分皆様も結構ハイデルベルク大学について分かる方がいると思います。だから最初にこちらから質問があります。クイズに参加してください。So probably many of the audience already know about Heidelberg University. So first of all, let's start with a question from my side. So the question is, ハイデルベルク大学は創立して何年になるでしょうか ?653 年に123年239年 So how old is Heidelberg University? 553 years to 123 years, 239 years. Soもう終わったでしょうかはい。いや、一番は正しいですよね。ハイデルベルク大学は650年ぐらい創立されていました。So, number one is correct. Heidelberg University has been founded over 650 years ago. 皆さん、大部の方が言ったように、ハイデルベルク大学は今のドイツの一番古い大学です。創設は1386年でした。ハイデル
2020年の上海 QS Times Higher Education という国際大学ランキングでは、ドイツ最高位の大学の機構でした。長い歴史を持っていて、ハイデルベルク大学は本質さまざまな分野の研究で有名です。例えば、法学、医学、社会学、文学などです。自然科学でももっとなす。そして、ハイデルベルク大学の学生、研究者や教授だった中で、ノーベル賞を得た方は11人です。ハイデルベルク大学はキャンパスが4つあります。マンハイムキャンパスはハイデルベルクの近くのマンハイム都市にあり、医学、特にメンタルヘルス、またテクニカルインフォマティックなどを中心にしています。ハイデルベルクに戻ると、ベルクハイムキャンパスは社会学、政治科学、経済学、地域研究学の学部があります。そこに Center for Asian and Transcultural Studies CATS というアジア研究及び文化影響研究センターもあり、欧州でこの研究分野の大切な研究センターです。日本文化学はその研究センターの分野の一つです。専門都市間もあります。ノエンハイマーフェルドキャンパスはハイデルベルクの旧市街から少し離れていて、自然科学や医学があり、学生寮も大体そのキャンパスにあります。そして、旧市街のキャンパスは、キャンパスエリアとして囲まれたものは、大きく異なります。大学の長い歴史の関係で、その狭い町の中で拡大していく必要がありました。それで、町の中を歩けば、お店やレストランの建物の隣に大学の建物が多くです。ハイデルベルク大学の図書館は歴史収集で有名です。マネス・シャー本という世界中でも一番に価値が高い本を保存しています。図書館はデジタルライブラリや古典なデジタル化をくずめていて、例えば、マネスシャーホのデジタルバージョンはネットで調べれます。その上に、図書館は美術史、アーケオロジー、南アジア研究の分野を中心とするナショナルスペシャリストインフォメーションサービスというプロジェクトにも関与しています。なぜハイデルベルク大学を選べていただけないでしょうか。まず、ハイデルベルク大学は学生的なアプローチが強いです。自分のキャリアのために他分野から重要スキルを個人的なプロファイルのために習得しやすいと思います。さらに、もし研究でのキャリアの興味があれば、現在の研究機関とのネットワーク、例えばマックス・プランク研究所やドイツがん研究センター DKFZ
とつながるチャンスもあります。最後に、学生課程や修士課程に入学する場合も、交換留学プログラムに参加する場合も、どちらでも美しい命が良いハイデルベルクの国際的な雰囲気と歴史的景観を体験してみてください。これからハイデルベルクで学習の機会に関する情報を伝えたいと思います。家庭学習プログラムの説明にやる前にもう一度クイズをやりたいと思います。So, before explaining more about the study programs at Heidelberg University, how about taking another quiz? ハイデルベルク大学にない課程はどれでしょうか？ 1. 会議通訳。2. 工学。3. 文化影響研究。Which study program does not exist at Heidelberg University? Conference interpreting, classical engineering, or transcultural studies? どれでしょうか？工学か通訳。違います。工学です。やはり日本語の通訳学はハイデルベルク大学で主な専攻なんです。ドイツに大学だけがあるからと思います。工学ですね。ドイツの大学ではTechnische Universität、工業大学とVolluniversität、総合大学の違いがありますから、ハイデルベルク大学はそれの過程がありませんが、コンピューターエンジニアリング、バイオメディカルエンジニアリングなどはハイデルベルクでもあります。So Heidelberg and German universities are divided into technical universities. So it's actually engineering what we don't have. As for interpreting, actually it's one of the few universities where you can study also interpreting in Japanese languages in Germany. I think only at 1 or 2 universities you can do that in Germany. So we don't have engineering, but it does not mean that you cannot study any technical subject at Heidelberg University. For example, there is computer engineering or biomedical engineering. ハイデルベルク大学の、学生数は3万ぐらいです。修士のレベルはドイツ人以外は 20% ぐらいです。博士のレベルでは 25% ぐらいです。専攻の分野は広いです。ハイデルベルク大学ではないものを言う方が簡単だと思います。例えば、ビジネス工学、医学、それはないですね。授業は主にドイツ語ですが、英語で教えているセミナーもあります。修士のレベルからはすべて英語で課程を取ることも可能です。その国際的な専攻は20くらいあります。ドイツ語と英語などのものを合わせると、課程は180個以上あります。
ハイデルベルクの教育は研究に基づいた教育と言われています。自分のプロジェクト、興味あるテーマを研究できるセミナーが数です。日本学、日本芸術史の専攻もあります。だから日本または日本文化について知りたい学生が多いです。言語交換に行く機会だと思います。ハイデルベルクにおける家庭の何かについてもっと知りたい方は LSF というオンラインシラバスを見てください。教学部のサイトでもキャリキュラムについてのインフォメーションを発表しています。質問があれば、結構専攻の視力表演まで聞いてください。留学生もプログラムのコーディネーターに連絡してください。博士プログラムに興味があれば、グラデュエットアカデミーというまで聞くのがおすすめです。そして、海外学もあります。運動、スポーツ、留学生向けの総力などあります。ハイデルベルク大学の学習や研究分野、ドイツ語ファクルテー点はこの12のです。歴史的に一番念頭を持っているのは神学分野、法学分野や医学分野です。参加者に学生課程プログラムの興味について聞きたいと思います。サーベイに参加してくださいませんでしょうか？どの学習プログラムに興味がありますか？1、交換留学ショートタームプログラムに学士課程3、修士課程。So what kind of programs are you mainly interested in? 1. Exchange short-term programs. 2. BA programs. 3. MA programs.さあ、買い物の方は修士課程の方が興味が持っているでしょうね。So it looks like most of you are interested in master's programs. ありがとうございました。そして、ハイデルベルク大学では、その3年の BA 学士プログラム、2年の MA 修士プログラム、または4年から6年以上ぐらいからのスターツエクザメン、国家試験のプログラムがあります。博士を取るのはハイデルベルク大学にあるすべての科目で取得可能です。まずドイツ大学の場で勉強したい場合は、大学入学資格、so University and University Entrance Qualification auf Deutsch Hochschulzugangsberechtigung が必要です。
自分の資格の評価を調べたい方は、アナビンというサイトで、チェックしてください。やはり、その家のだったら、大体、卒業前の2年間の、学校で、国語、外国語、自然科学、数学必要で、センター試験か、その2021年からの大学入学共通テスト必要です。特にハイデルベルク大学の入学について質問があれば、後でもE メールで連絡してください。修士課程、興味があったんですよね。入学したい場合は、分野に近い専攻の大学学位所得証明がなければいけません。お金のことですが、すべての学生が学期に170ユーロを払わないといけません。学校費はバーデン・ウーテンベルク州ではドイツ大学入学士科のいわゆるアビトゥアのない EEA 外の学生は1500ユーロが必要です。さらに半年の定期券を170ユーロで買えます。ハイデルベルクの近くの3地域の乗り放題です。生活費は個人で違いますけれども、そのスライドの月々の861ユーロは滞在許可または学生ビザのために月々必要な金額です。そのために奨学金の証明や閉鎖口座、Blocked Account, German auf Deutsch, Sperrkontoなどを開設して入金したことの証明書などを見せてください。詳しくはドイツ大使館のサイトを確認ください。もし1年までハイデルベルク大学へ留学したい場合は、アジアの3位以上の京都大学の学生であれば一番簡単ですよね。学費なしでいろいろな利点学生寮の予約制度、ドイツ語準備講座などあります。京都大学の学生ではなければ、相談や研究滞在など留学できます。その場合は、学会所得なしで、自身の計画での留学です。大学で、スーパーバイザー、教授のサポートも必要です。この日本での交換協定がある大学の学生であれば、大学を考えてくださいね。もう一度参加者の意見を聞きたいと思います。So I'd like to ask the participants' opinion again. ドイツ語の所得に興味がありますか？できれば英語か他の言語を学びたいに、ドイツ語を今学んでいるか、目標の知識がある。3、ドイツ語をもう話せるか、上級の授業を受けている。
So are you interested in learning German? One, I'd rather improve my English, learn other languages too. I am learning German at the moment. I already have basic knowledge. I already speak German. I'm taking advanced classes. Aりがとうございました。大部分もドイツ語興味があるもうちょっと、できるそうです。So, thank you very much. So many of you are interested in German and are already learning German. That's quite nuts to hear. ハイデルベルク大学での言語ので英語で、教えているセミナーもあるけれども、現在はハイデルベルク大学の学士課程はドイツ語が必要です。レベルは DSH2 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 2が必要です。他のテストで通ることも可能ですが、レベルに注意してください。例えば、Good Certificate だったら、Good Certificate C2 のレベルです。専攻によってもっと高いドイツ言語要件が必要なものもあります。例えば、法学、ドイツ文学などの専攻によっては他の言語要件が例えばラテン語、フランス語は必要な可能性もあります。修士課程はドイツ語でプログラムであればドイツ語の言語要件が必ずあります。一方、修士課程の英語でのプログラムであれば、その代わり英語要件を満たす必要になります。必要なレベルはだいたい IELTS 6.5 ぐらいです。博士課程や相談はプログラムまたは指導教員によっては英語で可能です。他の留学プログラムはドイツ語は必須ではないですが、ご自身の大学言語要件のルールがある可能性もあります。ハイデルベルク大学の英語での修士課程です。文化越境研究 Transcultural Studies の専攻では、京都大学との共同学位Joint Degree もあります。本当、ドイツ語の方、ドイツ語を知りたいの方へ、ドイツ語、ドイツ文化、国際サマースクールがおすすめです。ハイデルベルクのパンデミックの影響でハイデルベルク現地ではなくて今回オンラインで開催になってしました。日本のタイムゾーンから参加できます。レベルは初めての方から専門の講座までです。サマースクールのサイトを見てください。そのサマースクールは有料になります。ハイデルベルク大学では学生生活や授業のアレンジはなかなか重要ですが、
個人の責任と相対性が必要だと思います。ドイツでセミナーなどを取るときに、予習、読書などに時間がかかり必要です。やはり授業を数取らない方がいいと思います。留学中も留学前でも疑問があれば自由に大学に質問してください。半年以上留学する方はハイデルベルク大学国際交流会ハイデルベルクアラムナイインターナショナルやハイデルベルク大学日本交流会ハイデルベルクアルムニアパにも参加してください。ハイデルベルク到着した時から参加できますので、現地でもイベントなどを楽しみにしてください。ハイデルベルク大学は海外拠点が持ちます。ハイデルベルク大学京都オフィスという日本と東アジアの拠点は2015年に開館されました。この説明会の後で質問があれば、ぜひハイデルベルク大学京都オフィスまで自由に日本語でも連絡してください。現在はメールまたは電話での連絡をお願いします。メール予約でZoom などでもできます。入学の資料なりについての質問は、英語かドイツ語で直接ハイデルベルクの E メール studium@uni-heidelberg.de までも送れます。最後に、ハイデルベルク大学のモットーで締めくくりたいと思います。ラテン語で Semper Apertus です。意味はいつも開いている。知恵も心もいつも開いているという意味を持っていると思います。ご清聴ありがとうございました。はい。サビーネさん、ありがとうございました。最後のモットー、とても素敵なモットーだと思います。はい。では、いくつか質問を、はい、いただいていますので、早速 Q&A の方に移っていきたいと思います。まだ時間たくさんありますので、皆さん、全然チャットの方にたくさん質問をお寄せください。日本語でも、ドイツ語でも、英語でも、どの言語でも構いませんので、どんどん書き込んでください。では、最初の質問から参りましょう。英語で来てますけども、I would like to do my PhD in Heidelberg. How can I contact professor? これはどうでしょうか？ Yeah, first of all, please also look at the website of Heidelberg University and find the Graduate Academy. So there's a brochure and also a lot of tips about how to go about planning your PhD studies in Heidelberg. In many cases, it will involve that you get in touch with a professor, especially if you're applying in, for example, the social sciences or the humanities. Sometimes you can also, in the natural sciences, you can apply for a program, but actually it's key to get in touch with a professor. So how can you do that? Well, actually, if you have the chance, try to go to international conferences. It's often easier to contact people if they kind of know you from a question. But if you want to take the initiative, then actually write to the professor, but don't just introduce yourself. The professors are very busy. Do some research about them,
tell them directly why you want to do the PhD with them, what you are interested in, and send a brief project proposal and kind of a rough schedule what you want to do, so the professor can see if you would fit into also the studies he or she does. And just keep in mind, don't send many emails. The first one you send, it has to count, and he or she has to be interested, and since they are busy, they want to see immediately what you want to do. Okay. はい、ありがとうございます。確かにドイツの大学の教授もとても忙しいですからね。はい。とりあえずメールを送ってみることをお勧めいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問いきましょう。Is it possible to live in a student residence as a foreigner? Yeah. There are no specific student residences for non-German students, so most likely you will live with German students or other foreign students, sometimes in the form of a shared apartment where you have your own bedroom, but you would share the common area with others. For those who are planning an exchange program, the reservation for a student dormitory spot is complimentary. If you're starting a program at Heidelberg University, please know that the rooms are few, and please apply early. So for example, if you apply now for a master's program in fall, please do not wait until you have the result of your application, but apply immediately once your plans are fixed. So the chances are better that you actually get a dormitory room. There are also packages that can be booked that are sometimes easier accessible. So I actually recommend applying for a room in a dormitory, and please do so early. The paperwork that you don't have yet, you can send that in later. はい、ありがとうございます。確かに学生寮はとても人気なので、ウェイティングリストがよくあったりするっていう話も聞くくらいですので、早めに連絡をすることをお勧めいたします。では次の質問です。In this presentation, you said that there is a strong connection between Heidelberg University and some research institutes, such as Max Planck Institute. Does this mean that some master's students continued their studies to the institutes to get PhD after graduation from the master's program? I think there are cases like this, or having a student job and then moving on to research. Yes, please use the network. I know cases from the German Cancer Research Center, but also other research institutions that are on site and also have ties with Heidelberg University. For example, some professors also engage in projects with those research institutes. So yes, please use this network also towards your PhD studies, your PhD research. 確かに結構研究機関とかで PhD をやられる方っていうのはドイツでもかなり大学と提携している研究機関でやられる方もとても多いと思います。では次の質問に行きます。How does the application process work for human medicine as Ausländer, as a foreigner? So medicine, it's a central process in Germany. So please look up the website. You will be guided through the process. There's a certain percentage for international students that can enter medicine every year. So the process is a bit different from for foreign students. In Germany, there's also a waiting list and so on, but there's a quota for international students, and you have to bring some extra documents, and I think you also have to know German quite well.
If you have detailed questions about that, you can also email us, and then I can send you a link to this information. はい、ありがとうございます。そうですね、ドイツだとNC って呼ばれる入学制限がある学科が、この、医学にも当てはまってしまうので、情報については手当のホームページ見たり、各大学のホームページをよく読むようにしてください。じゃあ次の質問に行きます。How can I find my apartment in Heidelberg? It would be appreciated if you show us some useful websites. これはどうでしょうか。Studentenwerk とかになりますかね。So the application is via the Studierendenwerk or Studentenwerk. So it's actually a different organization from Heidelberg University. That's what I told you about the dormitory room earlier. Please apply early. Of course, it is also possible to rent an apartment outside of the system, but especially if you're coming to Heidelberg for a short-term program, I really do not recommend it. It's really hard to find an apartment in Heidelberg. What's really popular is Wohngemeinschaft, so shared apartments, but it's also quite difficult to get in. If you first come to Heidelberg, I would really recommend you to apply with the Studierendenwerk, and then maybe you can search from there. But there are also, of course, websites. Can I also post in the chat hier? Kann ich eigentlich auch hier was posten? Ja, Okay, dann kann ich das das mal. Schön. Das Studierendenwerk gerade mal noch hier reinposten. And there are also, the Studierendenwerk also provides some tips where to find private rooms or alternatives in case it doesn't work with the place in the dormitory. Okay. Okay, the next question. Thank you for your presentation. For applying to masters, are recommendation letter necessary? これはどうでしょうか。推薦状が必要かどうか。It depends on the program, but it's likely there is. So, for example, I for sure know for some programs connected with South Asia or transcultural studies, one or two, even two recommendation letters are necessary. 詳しくは各学科たくさんプログラムがあるので、各学科のホームページを見て募集要項を確認していただくのがいいと思います。じゃあ次の質問です。Is there a sport related program that can be studied in PhD as well? Maybe in English? PhD. Well, there is sports science in Heidelberg, and as I said in the presentation, in general, you can do a PhD in any subject that is taught at Heidelberg University. But please check the website of the department, check the professors if they are doing research you're interested in and that you can relate to. But should be possible since we have sports science in Heidelberg. Thank you. The next question. Also, ich interessiere mich für Konferenzdolmetscher und möchte mich gerne für nächstes Semester bewerben. Leider hatte ich aber keinen Sprachausweis für C2. Könnte aber einen Empfehlungsschreiben abgeben von meinem deutschen Chef oder meinem deutschen Professor. Würde es ausreichen oder müsste ich mich erst direkt bei der Verwaltung des Faches Faches schon ganz richtig. Sie sollten dem Fachstudienberater in diesem Fall schreiben, genau.
Ich hoffe, es klappt mit den anderen Qualifikationen, aber eventuell benötigen Sie tatsächlich den Nachweis für die Sprachprüfung. Aber bitte klären Sie das mit dem Fachstudienberater. はい。じゃあ次の質問、日本語で来てますが、ハイデルベルク大学ですね。そうですね。Is it possible to study natural science at the Heidelberg University? If yes, which subject? Yes, many of them. So it really depends what you're interested in particular, but of course it's a full university and you can study many subjects from the field of natural science, from biology, chemistry, physics, mathematics, computer science, to name a related area. So it really depends. You can also combine subjects, as I said in the presentation. So I will just post the overview website where you can find all the subject areas in the chat. So you can check if there's anything that you would be interested in. So there's also a search function, what degree you are looking for, and so on. Actually, they redid the website and it's quite convenient. So here you can see all the subjects and then you can combine study programs also with this search site. はい。ありがとうございます。じゃあ次の質問です。There is no information about international baccalaureate diploma taken in Japan in Anapin website, but it is possible to apply university as a Japanese student if I've got IB DAD の方が high school. の方の質問なんでしょうね。ウェブサイトにも情報があるでしょうね。ね、そうですね、国際バカロレアに、はい、ついては、デアデーのウェブサイトを見てもらいたいのと、これは、高校の先生に一度デアデーのホームページを一緒に見てもらって話を聞くのが。今、栗島さんがおっしゃったように、まずここにあるページを確認してください。いろいろ複雑な条件があります。で、それをするには、高校にIB ディプロマの担当の先生いらっしゃると思うので、その先生と一緒に見ていただいた方がいいと思います。で、うちの高校はこうなってるけど、この場合どうなんだっていうのは、高校の先生を通じて、スイスに IB ディプロマの本部がありますので、そちらに具体的に質問することになりますので、まずちょっとこのページを見て、高校の先生とお話しいただければと思います。失礼しました。はい、ありがとうございました。じゃあ次の質問です。入学前にドイツ語の十分な資格を持っていない場合、現地で語学コースに行けますかということですね。紹介する。Heidelberg 大学では internationales Studium Kolleg für deutsche Sprache und Kultur もあります。そこでドイツ語も勉強できます。リンクを送ります。はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問です。Ist es möglich, dass ich als Masterstudent an dem
Bachelorprogramm der wenn Sie Heidelberg sich für Universität einen teilnehmen. Bachelorstudiengang bewerben möchten, 大学 im Prinzip ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig. Also Sie meinen wahrscheinlich nach dem Master noch einen neuen Bachelor in Heidelberg machen. Kann man wahrscheinlich machen, wenn man das möchte. Ja, also es gibt in Deutschland das Prinzip des lebenslangen Lernens. Also es gibt keine Altersgrenze in dem Sinne, aber auch zum Beispiel, Sie müssten natürlich dann die Studiengebühren bezahlen. Das gilt auch für Deutsche, die müssen zum Beispiel auch für ein zweites Studium müssten auch Deutsche Studiengebühren bezahlen. Aber sonst würde eigentlich nichts dagegen sprechen, sofern Sie die allgemeinen Voraussetzungen für ein Studium in Deutschland haben. Aber mit einem Masterabschluss sollte das eigentlich gegeben sein. はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問。Is this meeting recorded and can I watch again? I took a lot of time. はい、このビデセミナーは録画されていまして、後日、デアデーの方で公開いたしますので、ご安心ください。大丈夫です。はい、じゃあ次の質問です。コロナ状況下での状況が知りたいです。そうですね。コロナで、オンライン授業なのか、ハイブリッド式なのか、ハイデル今、オンライン、大体オンラインです。秋の方、まだわからないんですけれども、今はオンラインですけど、オンライン留学プログラムというはない。ハイデルベルク大学のコロナパンデミック関係の情報もチャットに送ります。はい、ありがとうございます。おそらくハイデルベルクだけじゃなくて、この夏学期に関しては、ドイツのどこの大学も結構オンライン、もしくはオンラインと対面式のハイブリッドっていうところがほとんどかなという感じがいたします。じゃあ次の質問です。ちょっと時間が少なくなってきたので、あと、そうですね、2つぐらいでいいでしょうか。Is it possible to take the master course which is different from what we studied in bachelor course of Japanese university? For example, BWL to business, business to music, and what is needed Yes to and do so? no. It depends on the field. Actually, most master programs build on what you learned into your bachelor course. So, it is actually as a rule that it should build on your bachelor program. To what extent would have to be judged by the study program advisors. So if you're interested in a certain subject area and you're not sure if your BA program would fit for applying for the master program, then please ask. The examples of BWL to business probably works, but we don't have that at Heidelberg University, unfortunately. So the other example, business to music, I don't think that would work. But if it's an area that is close, then it might be possible, and it depends a bit on the program. So it would have to be clarified individually depending on what you studied first and then what you want to continue in your masters. はい、ありがとうございます。では最後、パソコンの調子から途中から説明会に参加したのですが、今日の説明会で配布した資料はチャットに上がっているだけですか？まずこの説明会のビデオは先ほど申し上げた通り録画されていて、後で公開いたします。で、ザビンネさんどうですかね？ PPT のこの PDF のデータも公開しますか？大丈夫ですか？大丈夫ですかね？
チャービデオとプレゼンの PDF のデータは、来週以降ですね、にデアデーのホームページの方にちょっと情報を載せます。はい。質問は以上ですかね。はい。そしたらちょうどいい時間になりましたので、本日の説明会は以上とさせていただきたいと思います。ザミンデさん、本日は本当に貴重なお話どうもありがとうございました。